おはようございます。たかしです。本日は6月8日木曜日、ただいま5時54分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。それではまずは冷やしからですね。昨日冷やし、まだ冷やしちょっと確定まで時間があと5分ぐらいあるんですが、強めの陽線となってきてますね。この高値、緑丸の高値を上抜けて、そこからの押しが浅めでの今上昇になってきてます。GMMA の青帯とも乖離してますので、ちょっとこの上昇にはあまりここからはついていきたくないなというところ。ですので、この直近の最高値、174.6 付近っていうところまで上昇しきる可能性はありますが、そこからどんどん上昇していくのかどうかっていうと、ちょっと雰囲気としては怪しいですね。今、ストキャスティクスマクディを見ていても、ここからどんどん上昇していくという感じではありませんので、仮に上昇したとしても、その上昇にはあまりついていかない方がいいかもしれません。基本的には今、上位足、今、日足とか4時間とかの調整の下落がいつ入ってもおかしくない。仮に日足でしたら、この GMMA 付近までの調整の下落ですね。現在地付近でレンジになって、そこで日足の GMMA が追いついてくるのを待つ。つまり日柄調整がここから起こっていくのか、それとも一度大きめの下落をして値幅調整をするのかっていうのを待っておくタイミングですね。昨日は結果的に強めの上昇をしてきておりますけれども、このまま上昇が続くのであれば、買い足でトレードをしていく、もしくは様子見の方がいいんじゃないかという、そういうタイミングに入ってきておりますので、その辺は注意ですね。上昇しているからどんどんその買っていこうっていう考えでいると、どこかで大きめの調整下落が入る可能性があるので、その辺に注意してトレードしていく必要があります。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足フィボナッチリトレースメントを引いてます。この黄色丸の安値から直近の最高値に引いたものですが、その 23.6% 付近からの今上昇となってきております。昨日のこの上昇強いですよね。陽線連続で上げてきてます。一旦下押ししたんですけれども、そこからの切り返しで上昇してきてますので、こういう陽線が連続で出ている時の逆張りは危険ですので、その値頃感で直近高値だから売っていこうみたいな、そういう感じでの考え方は危険です。で、直近高値でもちろん反発する可能性もありますが、その場合はしっかりとそこでの上げ止まりっていうのを見てから、そこからのショートエントリーですねっていうのをやっていかないと、根拠なくエントリーすると、そのまま基本的には今上昇トレンド中、日足も4時間足も GMM は上向きで上昇トレンド中ですので、かなり高値圏とはいえ、根拠のない逆張りは危険ですので、そういうのは避けていきたいですね。ただ今ストキャスティクス高値圏に来てますよね。前回の高値圏からのデッドクロスっていうのが、この最高値をつけたところからの下落になってますので、ストキャスティクス高値圏にあるので、ここからの上昇っていうのは注意が必要です。もちろん、今のところ連続陽線で上げてきてますので、ここからまだ上昇していく可能性もあるんですが、やはり最高値が近いというところ、ストキャスティクスが高値圏にあるっていうところで、ここからロングエントリーでついていくのは優位性がありませんので、そこは注意。一旦の調整の下落、ストキャスティクスがある程度過熱感を解消するところまで下落するのを待ってからの次の上昇の流れに乗っていくのがいいですね。今、昨日の上昇で1時間足の目線と4時間足の目線が全て上向きに変わりましたので、本日も下がったところを買っていくという押し目買いスタンスですが、4時間足ストキャスティクス高値圏にあるので、これの過熱感が解消するのに、今日1日では解消しきれないと思いますので、本日は調整の下落を待つ、そういうタイミングになってくるかもしれませんね。では1時間足です。1時間足ここに緑のゾーンを描いてますが、これ昨日先出しでここの上昇をイメージしておりました。もし先出しとかご興味あれば Twitter を見ていただけると助かります。毎日先出しの投稿ができるわけではありませんが、時間のある時は投稿していきたいと思いますので、その辺を見てトレードの自分のスキルアップにつなげていただければなと思いますので、よければ Twitter のフォローもお願いします。で、昨日はここの部分の上昇を見ていたんですが、基本的にここ
3点つけてましたよね。昨日の夕方のショートムービーでもお話ししていると思いますが、3点をつけての下落になってて、そこから切り返していった場合、次4点目をつけるときは上抜けの可能性も考えましょうという、そんな話をしていたと思うんですが、イメージ通りに上抜けてきましたよね。そして上抜けたところからの上昇で直近高値ぐらいまで上がってきました。で、4時間足のストキャスティクスも高値圏、1時間足も今高値圏ですよね。なので基本的には少なくとも1時間足のストキャスティクスが安値圏に入るのを待つのがいいと思います。前回の安値圏からのゴールデンクロスっていうのが昨日になりますので、本日も下落してきて安値圏に入ってくれば、そこからの次の上昇の流れを見ておくのがいいと思いますけれども、今かなり高値圏にありますので、もしかすると大きく下落していくっていうこともありますので、そこは注意。でも基本的には今上昇トレンド中です。1時間足の目線も上になってますので、しかも昨日のこのじりじりとした下落を上抜けてきてますよね。まずは1時間足の GMMA 付近でどうなるか、そこで下げ止まるのであれば直近高値までの上昇を考えておく。もし1時間足の GMMA を下抜ければ一旦様子見ですね。まずは昨日高値ぐらいまでの下落、もしくは1時間足の GMMA ぐらいまでの下落を見ておいて、そこからどうなるか、そこで下げ止まったらそこからの上昇で昨日高値か、もしくは直近最高値ぐらいまでっていうのを考えておく。で、ストキャスティクスはやはり一旦下げ切るのを待ちたいところですね。ただ、4時間足のストキャスティクスも高値圏にありますので、本日は調整の下落だけで終わる可能性がありますので、もし上げても昨日高値を超えてこれない可能性、4時間足単位での調整に入れば比較的大きく下落、もしくは時間をかけての下落になっていきますので、その辺は注意ですね。基本的には押し目買いなんですが、本日は調整の下落だけで1日が終わる可能性も考えておくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。